はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、XRP そのものが証券であるかどうかという問題が解決されれば、XRP が取引所に再上場されることを確信しているだけに重要なことですということで、いつも通りね、YouTuber 兼弁護士のですね、ジェレミー・ホーガンさんの方がですね、XRP の二次販売についてのですね、考えの方を共有の方をしてくださっております。で、二次販売っていうのは、リップル社がまず販売して XRP をね、でそれ受け取った XRP をさらに、そのね、第三者の方がまた販売するといった形のことを二次販売と二次流通と言われております。はい、それでですね、リップル社の裁判で XRP の二次市場販売がどのように取り扱われるのか、あるいは対処されないのかについての議論がなされているようですと。で、XRP が本質的に証券であるかどうかという問題が解決されれば、XRP が取引所に再上場されることを確信しているだけに重要なことですと。で、このようにね、書面の方も引用されておりまして、SEC の訴訟には XRP そのものが証券、株式のようなものであることを示唆する文言が含まれていますが、SEC が訴訟において裁判所に要求したことは、資産にこの地位を与えるようなものは要求していませんと。なぜならそれはおかしい話だからです。余談ですが、ということで、そちらがね、要求している文章がこちらのね、文面になります。で、1、被告及びそれぞれの代理人、使用人、従業員、弁護士及び、それらのものと活発に協調して、または参加しているその他のものが、XRP を何者かに引き渡したり、XRP の無登録の提供または販売を行うための他の手段を取ったりすることを含め、証券法第5条及び5に直接または間接的に違反することを永久的に差し止めてくださいと。これが二次流通、二次販売についてですね、リップル社が販売して、その XRP をまた第三者に販売するといった形の二次流通についてまず言及されています。で、さらにこの3番目にですね、取引情報第21条に基づき、被告がデジタル資産証券の販売に参加することを禁止するということで、その XRP についてですね、デジタル資産証券として呼んでるんですね。だからデジタル資産証券、XRP は証券であるから、それをもう証券としてみなすといったね、明確な文言は記載の方されてないんですけども、デジタル資産証券というようなね、表現の仕方をとっているということで、記載の方されてます。で、これに関して問題は裁判官がこの問題を取り上げない可能性があるということですね。つまりね、XRP 自体が証券であるかどうかっていうことが問題なのかっていうところをそもそも取り上げない可能性があると。で、それはね、今言ったように原告によってね、明示的に提起されてないから。だからデジタル資産証券というような言い方をしてるけども、XRP 自体が証券であるっていう明確にはね、提起されてないので、そもそも判断しない可能性がありますと。で、そしてその後ですね、問題点は省略された形で解決されたと考えることもできますが、取引所にとってはそれで十分足りるのでしょうかと。だからそもそもね、XRP 自体がそもそも証券であるのかどうかっていうのをね、明確には解決されてないんですけども、問題がね、省略されているけども解決されたとね、暗黙の了解的な解決方法になった、ことに対してですね、それで、取引所はね、じゃあ XRP を再上場させるかというふうにね、気持ちよくいくかどうかっていうのは私たちには分かりませんと。しかし希望はありますと。じゃあそれ何かと言いますと、まずリップル社は SEC から本判決が二次販売を対象としないことを最終判決提案に含める合意を SEC から得るか、もしくはリップル社が提供した文言を判事が承認する可能性がありますと。で、キックインタラクティブは、SEC に、継続販売に関する以下の文言を許可してもらったということで、同じくね、リップル社と同様訴えられていたキック社はですね、SEC から同意を得たと。その文章がこちらになります。対象資産の本段落は、被告が本段落に含まれる対象資産を発行、提供、販売、譲渡する前に、SEC 委員会の承認または同意を求めることを義務付けるものではないとなく、また、本段落は被告が委員会に本段落で意図される通知以上の情報を提供することを義務付けるものでもないと
解釈すべきであると。だからいちいち SEC にね、判断を仰ぐ必要がないと。それを認めさせたということですね、SEC に。ただ、被告は本校で要求される通知を本訴訟の記録弁護士である欧州委員会の弁護士に送信するものとするということで、そのようにね、決まったようです。で、さらにですね、第2に裁判官はディートン弁護士率いる XRP ホルダーが訴求するものを含む、ディートン弁護士はね、7万5千人の XRP を代表している弁護士になりますが、そちらのね、訴えの文章も含めますけども、二次販売に関して多くのアミーチが指摘する懸念に対処する可能性がありますと。アミーチっていうのはアミカスとも呼ばれておりまして、リップル社を擁護する第三者の企業とかがですね、リップル社を守ろうとするためにいろいろね、二次販売に対して意見書をですね、提出しています。で、それに対して対処する必要が裁判官はありますよねと。で、どうやら LBRY 事件、これはリップル社同様訴えられている LBRY 事件の裁判官に関しては、ある一定の範囲で二次販売について対処することに同意したようだと。で、さらにですね、そして最後に、リップル社がもし負けた場合は、裁判官は処罰の段階で二次販売に対処することを余儀なくされる可能性がありますと。その際、損失補償命令が作成されることになります。なぜか。なぜなら、裁判官は損失補填された利益の分配を公平に検討しなければならないからですと。もしリップル社が負けた場合に関して、リップル社に処罰を与えてね、罰則を与えて、損失補填をね、ユーザーに返すといった段階で、じゃあどこからがね、有価証券ではないのかっていうのを判断する。二次販売は有価証券なのか、その前だけが有価証券、なのかっていうところを判断するときに、その二次販売に対する問題に対してね、もう強制的に対処をする必要が出てくると。で、それがね、過去あったような文章の方もまた引用されてまして、これが請求処理に関する構成要素と、連邦地裁は SEC の分配計画が限られた公平な資金を請求可能なものに公平かつ合理的に分配することを決定することのみを要求されますと。連邦地裁が提案された SEC の損失補填保証計画における収益の分配が公正かつ合理的であることに満足した場合、その審査は終了することになるということですね。別の訴訟の問題でですね、このように発表されたものがございます。で、さらにですね、そのため、裁判所はリップル社から取り上げた資金を誰が受け取るかを明確にしなければなりませんと。この時点でリップル社はリップル社から直接購入した実際の購入者だけが投資を返金されるべきでしょうと主張することができますと。で、これは SEC 対ワング事件で要求されていることですと。で、最後にですね、そうでなければ大量の二次販売によって、損失補填は非常に分散化されて、個々の購入者は1ドルあたり小銭、またはそれ以下を受け取ることだけになるので、裁判所はおそらくリップル社の意見に対して同意すると思いますと。そして、これが結果的に二次販売に関する判決になるでしょうということですね。考えの方をまとめられてます。だから二次販売まで追っかけるとね、もう大量のユーザーがいますので、XRP から販売されて、その方がまた売ったものまで追いかけるとしたらね、ものすごいね、人数になりますし、そもそもそれを追い続けることはできるのかとね、ブロックチェーンですからトランザクションありますけども、どれだけのね、計算が必要になるのかと、またそれが実行された場合は、各々に分配される資金がね、分配されるものが分散化されますので、大量にいるので、ね、1人当たりは100円とかそれぐらいになってしまうので、それがね、そもそもそんな労力をかけて100円をね、損失補填するために動くのかっていう形になるのかなと、そういう形にはならないかということで、リップル社に同意するのではないかということでまとめられております。はい、ということで、この二次販売に関してがですね、結構、いろいろ意見が分かれてます。なぜかというと、その二次販売以降、またはそれ以前、に関してですね、罰金というのはだいぶ変わってくるかと思いますし、またね、その罰金額によっては、もしね、負けたとしても、リップル社はね、ビジネスを継続できるぐらいの資金力はあるということで、過去コメントされたことも、方もおりますので、そちらがね、今、注目されている内容になります。いずれにせよですね、
略式判決まだ決まっておりませんので、今後ですね、直近でまたね、ヒンマンの電子メールの公開、6月13日予定となっておりますが、それに伴ってですね、また略式判決のこともですね、また進んでいくかと思いますので、僕の方もまたね、直近情報アップありましたら、またですね、配信の方していきたいと思います。で、僕の方はですね、一応、リップル関連、SEC 関連ですね、あとはフレアネットワークス関連、ソルジェニック関連、コアリウム関連、イノシス関連ですね、すべて毎日海外の方から情報の精査してまとめております。できるだけ動画の方もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまたね、別の動画も見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼って、おきますので、何か気になること等ですね、ございましたら、そちらの方にですね、ご連絡いただきましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。